はい、お世話になっております野良です。今回来ているのはスカイツリーのお膝元押上です。まずは東京メトロから降りてきたところですが、駅構内からスカイツリータウンっていうスカイツリーや併設している大型商業施設である空町に直結している出入り口があります。ここから地上に上がりましょう。さすが一大観光スポットとあって綺麗な空間でお出迎えしてくれますね。押上は昔からの下町エリアですが、2012年に東京スカイツリーができたことで、日本人はもちろん海外からもたくさんの観光客が来る観光スポットになりました。あとは隅田川花火大会とかが有名なんで、花火を見に来たことがあるっていう人も多いかもですね。はい、地上に出るとこんな感じの景色が広がっています。目の前が東京スカイツリータウンですね。スカイツリータウンっていうのは、スカイツリーとか商業施設である空町、あとすみだ水族館、プラネタリウム、オフィスビルなんかの、施設をまとめた一体の総称のことですね。まずは何といってもスカイツリーですね。高さ634メートル、高さ世界一を誇る電波塔です。350メートルと450メートル地点にそれぞれ展望台があって、訪れたこともある人も多いかと思います。そしてスカイツリーの直下には東京空町という大型の商業施設があります。空町は観光客向けの土産物系のお店も多いんですけど、その他にもファッションとか雑貨とかスーパーとか地元民の買い物でもお世話になるショップがかなり多数入っています。ユニクロとかロフトとか書店なんかももちろん入ってますね。あとはディズニーストアとかポケモンストアとか、あとジブリのショップがあったり、あとすみだ水族館とかプラネタリウムっていう施設も入ってるんで、子連れもかなり楽しめるお店が揃ってるなっていう印象ですね。基本的には観光客と若者、子供向けのお店が多くて、例えば大人向けのブランドショップなんかはないですね。で、外から3階に上がると広々とした野外スペースが広がっています。ここではシーズンごとにいろいろなイベントとか行われていて、冬にはアイススケートパークとしてスケートリンクが設置されることで結構知られています。そしてスカイツリーの展望台のメインエントランスもこちらにあります。スカイツリーは450メートルの展望回廊と350メートルの展望デッキの2種類の階があります。ちなみに墨田区民は区民割引が使えます。セット券なら1000円くらい安くなるので結構お得ですね。そしてさらに奥に進むとすみだ水族館があります。池袋のサンシャイン水族館ほど大きいわけじゃないですが、個人的には屋内で見れるペンギンゾーンがすごい好きですね。あとすみだ水族館は大人の一般料金が2300円なんですけど、それに対して年間パスポートが4600円っていう、2回行けば元取れちゃうんで完全に地元民向けのパスですよね。中にはカフェスペースもあってアルコールも販売されてるんで、仕事帰りに疲れた時とかにフラッと水族館に寄ってビール飲みながらペンギン眺めて癒されたいですよね。そしたら一度空町前のロータリーに戻ってきまして、周辺を見てみます。まず空町の対面にニトリとライフが入った大きな建物がありますね。1階と地下1階がスーパーのライフで、2階3階がニトリになっています。ここのライフは大きくて品揃えがめちゃくちゃ豊富です。普通のライフでは見ないような商品めっちゃ多いんですよね。あと食材だけではなくて日用の消耗品とか子供用品、医薬品、化粧品、ペットフードなどあらゆるものを網羅してるんで、押上のスーパーでは随一ですね。というか押上は他に大きめなスーパーっていうのがないので、ここのライフでまとめ買いするのがいいかもですね。そしてその隣のリッチモンドホテルの真下には2022年3月にオープンしたばかりのくら寿司があります。この店舗は現状日本で4店舗しかないグローバル旗艦店の一つで、店舗面積は通常店舗の 2.4 倍と世界最大の回転寿司店とされています。僕も1回行ったんですけど、店内めっちゃ綺麗です。インバウンド需要が復活したらものすごい繁盛しそうですよね。そしたら空町の中を通って反対の西側の方に移動したいと思います。押上といえば隅田川が近いんで、そっちの方へ行きたいなと思います。空町の南サイドの出口を出たところですが、通り沿いはこんな感じで綺麗に整備されています。川も流れていて街並みが綺麗ですね。
川沿いも整備されていてベンチもあるんで、散歩したり休憩したりいい感じに使えそうです。で、通り沿いにあるムーミンカフェですね。押上で人気のカフェです。そしてちょっと急に夜になったんですけど、この空町の周辺は夜間もライトアップが綺麗で結構好きなんですよね。ちょっと GoPro で撮ったら夜間の映りが微妙くて萎えてるんですが、そして空町の西側に回ってくるとこんな感じですね。なんとなくこっち側の絵面で押上を認知している人の方が多いかもですね。引きで見るとこんな感じなんですが、押上の画像でよく使われている画角ですよね。で、空町の脇には直結している東京スカイツリー駅があります。東武伊勢崎線ですね。押上駅に比べるとだいぶ規模の小さい駅です。ご覧のように改札から直結で空町に入れるので、雨の日でも濡れずにショッピングできるのがいいところですね。はい、そしたら押上の西側に流れている隅田川まで歩いていきたいと思います。駅前の大通りに沿って北西の方角ですね。こちらも一大観光スポットである浅草の方面になります。というわけで、ここで押上のアクセス情報についてまとめておきます。押上は東京メトロ半蔵門線と都営浅草線、京成押上線、東武伊勢崎線という路線が通っていて、渋谷、大手町、品川あたりは乗り換えなしで行けます。半蔵門線は押上始発が多いっていうのもメリットですね。あとは半蔵門で隣駅の錦糸町なんかはもう歩いて15分くらいなんで、錦糸町に通勤する人が少し家賃が安い押上エリアに住むっていうパターンも多いですね。あとは羽田空港と成田空港も1本で行けちゃうんで、出張が多い人にも利便性高い街だと思います。そんな感じで駅から5分10分くらい歩いていくと、隅田川に架かる琴戸橋に差し掛かります。この下を流れているのが隅田川ですね。で、この右手の方がちょうど隅田川花火大会の打ち上げ場所になります。なので花火大会の時はこの辺一帯はめちゃくちゃな混雑になりますね。ただ近年はコロナの影響で花火大会が何年も中止が続いていてちょっと残念ですね。そして橋を渡って向こう側に行くと浅草の有名な浅草寺の方面です。ここでは向こうまでは行きません。隅田川ではご覧の通り水上バスも走ってます。浅草を起点に隅田川を下ってお台場海浜公園などを結ぶ運行ルートで、スカイツリー、東京タワー、レインボーブリッジなど東京の名所を水上から楽しめます。そして隅田川に沿うようにして墨田区と台東区にまたがる隅田公園が広がっています。面積約8万平方メートルの広さですが、南北に細長く伸びているのでなかなか全容が分かりにくいですね。日本庭園のようなゾーンもあって趣がありますね。隅田公園内には約700本の桜があって、日本桜名所100選に選定されているほど桜の名所でもあります。そして園内には牛島神社っていうのがありますね。以前は別の場所にあったんですが、関東大震災で消失して昭和7年に現在の場所に移ったそうです。この隅田公園の辺りは江戸時代は水戸徳川家の屋敷で、明治から関東大震災までは本邸となっていましたが、関東大震災後に整備されて昭和6年に開園したっていう歴史があります。で、境内のこちらの撫で牛は自分の悪い部分と同じ部分を撫でると病が治るっていう信仰があったりします。そして南の方に抜けていくと広々とした芝生のスペースが広がっています。この辺は子どもたちだったり子連れファミリーとかカップルも見られますね。というのも、この公園の横の東武スカイツリーラインの高架下スペースに新しい商業施設として東京水町が2020年にオープンしました。ニューヨークの人気レストランとかベーカリーカフェなどおしゃれな14店舗が高架下沿いに並んでいます。で、この反対側には北十間川っていう空町の横流れてた川がずっと続いているんですけど、リバーサイドテラスで食事を楽しめるのでおすすめですね。そして隅田公園の向かいからは隅田川に向けて、こちらも2020年に開通したばかりの隅田リバーウォークがあります。これは隅田川を渡った反対側の浅草とを結ぶ歩道橋ですね。こちらもせっかくなんで歩いてみましょう。こ
こはスカイツリータウンを楽しんでから浅草に向かったりとか、あるいはその逆だったり、スカイツリーと浅草っていう二大観光スポットをはしごするときにおすすめのルートになりますね。で、ここで押上のデメリット部分について一つ言及しておきますが、押上はこの隅田川と荒川に挟まれている立地なんで、水害リスクっていうのがどうしてもあります。もちろん荒川が氾濫した場合の浸水想定区域っていうのに押上は含まれています。2019年の超大型台風の時に荒川と隅田川が溢れるかどうかっていう危機的な状況になったんですけど、当時僕はちょうど押上と錦糸町の間くらいのところに住んでて、あの夜はスマホの災害アラートが鳴りまくってて、さすがにビビりましたからね。そして川の反対側に降りると、こっちはもう浅草エリアになります。川沿いは隅田川テラスといって綺麗に整備されています。荒川とか多摩川は川沿い原っぱみたいな感じなんで、隅田川は川沿いの綺麗さっていうのがちょっと売りですね。さすが観光地といったところでしょうか。左手にはかの有名な金色のオブジェクトもありますね。あれはアサヒビールの本社です。で、テラス沿いにはさっき見た水上バスの乗り場もここにありますね。そして隅田川テラスから上がると、もう浅草駅前の交差点になります。浅草は次回の動画で紹介する予定なんで、今回はここで U ターンしてスカイツリー方面に戻ります。せっかくなんでアサヒビールのオブジェクトでも眺めていきましょう。実際のところですけど、あれは左の金色のビルがビールジョッキで、その横の金色のオブジェクトは炎を表しているそうで、アサヒビールの燃える心を表現しているみたいです。はい、ということで、一旦空町に帰ってきたので、今度は南側を散策したいと思います。南側は錦糸町に行く方面なんですけど、個人的に押上住むなら南側の押上と錦糸町のちょうど間ら辺が本当におすすめです。僕も実際にその辺に住んでました。空町の南を横に走ってるこの大通りは浅草通りですね。ここずっと右に行くとさっきの浅草の方面に行きます。そしてこの浅草通りから錦糸町駅までの間がいい感じの住宅街になっていて、マンションとかがいっぱい建っています。この浅草通りを左に少し歩いていくと、タワービュー通りっていう綺麗に整備された通りが一本ずっと伸びています。ここはスカイツリーがちょうど真正面に見えるっていう通りで、錦糸町からスカイツリーに歩いてくる用の観光ルートっていう扱いですかね。錦糸町駅前付近から一直線にずっとこっちに伸びてきていて、スカイツリーが見える景観を邪魔しないように電柱も全て地中化されています。ちなみに錦糸町から押上間はこのタワービュー通りをまっすぐ歩いて20分くらいですかね。なんでこの錦糸町と押上のちょうど中間のエリアに住めば、どちらの駅にも徒歩10分ちょいくらいっていう超便利な立地になります。で、ここで押上の家賃相場を見てみるとこんな感じですね。安くはないんですけど、山手線沿線のような街に比べると東に外れる分安くなりますね。隣の錦糸町と比べると一人暮らし向けの物件で数千円安くなるくらいっていう感じですかね。僕がおすすめするこの南側のエリアになると、錦糸町の徒歩15分から20分圏内エリアでもあるので、押上の東とか北のエリアよりは、南はやや高くなるかもしれないです。でも東京のイーストサイド最大の繁華街とも言われる錦糸町を徒歩圏内にできると利便性爆上がりなんで、多少高くても僕がまたこの辺住むなら押上と錦糸町の間ら辺に住みたいですね。押上も空町あるんで大概何でも揃いますけど、例えば大きな家電量販店とか、あと映画館とか、押上に足りてないものが錦糸町には全部揃ってますし、錦糸町の持つ JR 総武線とか横須賀線使えればアクセスの良さも倍以上になるんで、押上錦糸町どっちも使える立地に住めばマジでパーフェクトライフが待ってます。錦糸町の素晴らしさについては過去に動画にしてるんで、錦糸町についてはそちらぜひご覧ください。そして押上の東側と北側のエリアですけれども、こっちは基本的に住宅地ゾーンになるんで、なんか特筆すべきこともそんなないかなっていう感じです。錦糸町とかどうでもええわっていう人はこの辺で探してみるのもいいですね。押上は観光地なんで観光客がいっぱい集まりますけど、それも基本的にスカイツリーのある空町周辺なんで、この辺の住宅地ゾーンに入ればすごい静かだし落ち着いて暮らせるかと思います。
はい、という感じで今回は押上の街並みや住みやすさを見てきました。やっぱり押上といえばスカイツリー空町といったところで商業的な魅力はそこに集中してますね。あと錦糸町とか浅草も自転車ですぐ行ける距離なんで暮らしも遊びもこと書かないと思います。あとこれは僕が体感した地味すぎるメリットですけれども、どこで迷ってもスカイツリーさえ見えれば帰ってこれるっていうものがあります。例えば自転車でふらふらと知らない土地まで散歩に行くと迷うことが多々あるんですけど、スカイツリーが自宅の旗代わりになってくれてるんで、スカイツリーさえ見えてれば帰れるっていう謎の安心感がありました。という感じで今回は終わります。もし動画をご覧の方で押上に住んだ経験のある方は、ぜひ実際の住み心地などコメントで教えてくれると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしたいと思います。ではでは。